で今日はめっちゃ枚数多いな。おい、やばい、暑すぎ、エッグ。いやー、今日はマジでやばい。ここ最近ずっと雨やったやないですか。ほんで今日はね、天気が回復してカラッと晴れたんですよ。で、晴れたことによって、もうぬかるんでた地面の湿気、水がすべてブワーって一斉に蒸発して、もう大気中の湿度、湿気がやばい。もう何もしてなくてもじわーっとね、汗が滲み出てきます。やばい、ほんまに。気温が高くても、カラッとしてたらね、割かし耐えれたりするんですけど、もう今日に関してはマジで高温多湿。不快指数が高くて、一番嫌なやつですね。いや、今日はね、ほんまに体感今年一暑いですね。やばい。はい。今日も気合い入れて、この2階の廊下、残りのね、床張ってしまいたいと思います。頑張るぞ。
これでいけるはず。よいしょよいしょよいしょ。うわ、ミスった。こっち残してこっち落とさなあかんやん。何をしてんだ俺は。暑さのせいで頭のぼせてるかもしれん。こんなボンミス。あー、もったいな、後半。やっべ。あかんわ。マジで今日冴えて。よしよし。次こそはいけるはずだ。よいしょ。よいしょ。ほい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 。ほい。よしよしよし。こういうことですわ。やばいぐらい煙出んねんけど。もうそろそろこれ変えなあかんな。よし、これで1層目完了。はい、今こんな感じでね、2階の廊下の床合板ね貼ることができました。いい感じですね。こっちの端まで行きました。めっちゃいい感じでね、前回の動画のラストでも言った通り、この2階の廊下の床に関しては僕はね合板を二重で貼ろうと思ってます。とりあえず今ね、1重目1層目がね貼り終わった感じです。さらに今からこの上からもう1重貼っていきたいと思います。で次貼るときは合板の向きこれね変えます。1重目はねとりあえず合板をこの向きでねこう貼っていきましたね。で2重目に関しては次はこの向きでね貼っていきたいと思います。よし、やっていくか。
今日の畑のお時間です。いやー、いいですね。めちゃくちゃ順調です。もう収穫できそうなのがたくさんあるんでね、早速ね、見ていきましょう。で、今回収穫していくにあたって、これ、じゃじゃん。なんとね、視聴者さんが収穫用のザル、ね、プレゼントしてくださいました。どうですか？めちゃくちゃ良くないですかこれ。映えますよね。サイズもかなり大きくて、これ相当収穫できますよ。いいですね。早速収穫していきましょう。はい、まずキュウリ。やばい。もうでかくなりすぎ。ちょっと。でかー。これちょっとでかくなりすぎてるね。これも。あ、これちょうどいいぐらいやね。やばいやばい。ここマジで鈴なりや。うわ、もう地面についちゃってるのがあるよ。うわ、もうここらもう地面ついちゃってる。うわ。よいしょ。よいしょ。やばい、キュウリだけでザルいっぱいになってしまいました。にしろはと10本。もう実は今週すでに動画外でね、8本収穫してるんですよ。で、今日プラス10本。週18本。あ、いや、わしゃカッパか。はい、お次ピーマン。これも鈴なりです。取っていこう。これ。で、お次、このね、ピーマンのお隣がこれね、パプリカです。こっちが赤パプリカ。で、そっちが黄色パプリカなんですけど、黄色パプリカがね、じゃん。こんな感じで、もう完璧に色が変わりきる前に、これもうボトってね、地面に落ちてたやつです。でもこれ色見てください。ほぼ黄色になりかけ。ね。いい感じですよね。これがね、初の黄色パプリカの収穫です。まあまあまあ、いいんじゃない？はい、お次、パプリカのお隣。これらがね、シシトウです。シシトウもええ感じで実つけてます。こんなん。ほら。これ、めっちゃいいでしょ。よいしょ。これもいいね。はい、お次、シシトウのお隣。これら。これね、オクラですね。ちょっと待って。オクラが、これ、でかくなりすぎて、その下の、このつる紫、隠してもうてるよ、これ。すごい、覆いかぶさってきてる。やば。うわ、すごい。オクラが花咲かせてる。これ、白い花。むちゃくちゃ綺麗。すご。こんな豪華な花咲かせるんですね。めっちゃ綺麗やん。お、すごいすごい。この子も花咲かせてる。ほんで、待て待てめちゃくちゃでかいオクラある。でかっ。いつの間に。これどうやって取るんや。ここで切ったらいいか。切ったらいいんか、これで。わからん。これ。待てでかっ。ちょっとこれもでかなりすぎかも。で、最後、つるむらさき。これももう、小づるが、めちゃくちゃ伸びて。ほら。これ。はい、今回の収穫はまあこんなもんですかね。相当取れました。でね、最後にあれ、ナスも順調にね、育ってます。で、ご覧の通りね、支柱立てました。ね、順調に育ってます。あと、前回の動画でね、野菜の料理方法、メニューとかね、たくさん教えていただき、ありがとうございました。まあ、これからね、まだまだ取れると思うんで、いろいろとね、試してみたいと思います。はい。はい、今こんな感じでね、とりあえず合板をね、二重に貼ることができました。まあね、ご覧の通り一部ね、こういう端、まだね、ちょっとね、隙間が空いてるとこがあったり、一部ね、こういうところ、まだね、貼れてないところあるんですけど、これはね、ちょっと時間がある時に、またやりたいと思います。で、今からなんですけど、はい、このね、廊下のドン付き、一番ね、突き当たりのところですね。ここを僕はね、物置スペースにしようと思ってます。だいたいね、面積にして2畳分ぐらいの収納庫ができます。めちゃくちゃ広いですよね。ということで、今からこのね、収納スペースに新たにね、壁を作りたいと思います。
新たに壁を作るとは言っても別にね、この既存の土壁を壊すわけではありません。っていうのもこの土壁っていうのは非常に優れた断熱材なので、これはね、残します。残した上で、この土壁の前に新たに壁のね、下地を組んで、そこにボードを貼って、手前に新たに壁を作るっていう感じですね。要は壁を吹かすっていうことです。なので今からね、壁の下地を組んでいきたいんですけど、ちょっとその前に、こういうね、土壁のこの隅、今めちゃくちゃね、こう隙間がね、空いてる状態です。これかなり隙間がね、こう空いてます。ご覧の通り。こういう感じで。ね、今のこのまんまやと結局ここから隙間風が入ってきて十分にね、断熱効果が発揮されないので、こういうね、隙間、僕はね、ちょっとコーキングで塞ぎたいと思います。はい。で、こうか。で、こういうことね。オッケーオッケーオッケー。いいね。いいんじゃない？わあ、これちゃんと隙間塞がってるね。よっしゃ。
よし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 。オッケー。オッケーオッケー。これでオッケーだ。こういうことですよ。ということで、よし、オッケー。とりあえず、ここ1面完了。おー、いいね。ちゃんと面が出てます。完璧。よっしゃ。
この面は上に打ち付けるとこがないんか。なるほど。どうしようかな。上にも横木を通したらいいんか。よし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 、わかったわかった。よし。よっしゃ。おっしゃ。とりあえず壁の下地柱が立ちました。きた。おし。はい、こんな感じで物置スペース新たにね壁の下地組むことができました。いやー、いいですね。このね下地はちゃんとレーザーを使って立ててるんで、もちろんね立ち出てます。このね垂直がちゃんと出てるっていうことです。でなおかつこう横から見た時にこの柱のこのね面もね面も合ってます。いいですね。素晴らしいよ。今回こうやってね下地を作ったことで分かったんですけど、この柱、これ古い柱とかね、これ相当傾いてます。はいこのね今日入れたこのね柱、これがねちゃんと立ちが出てる状態です。垂直に立ってるってことです。でここ見てください。ここの隙間ね、下はこんだけしか隙間ないのにもかかわらず、上に行くにつれてどんどんここの隙間がね広くなってます。っていうことはこの柱はこっちにね傾いてるってことです。こっちにねすごいでしょいやもうね、古民家っていうのは何一つとしてね水平垂直のね出ているとこってないですから、こう見たら傾き具合が半端じゃないですよね。であとはねこのね土壁を全て残せたっていうのも僕個人的にはねすごく良かったなと思います。っていうのもね土壁っていうのは、断熱効果はもちろんのこと、このね適度に湿度調整もしてくれるんですよね。だからすごいね、断熱材としては優れてるんですよ、土壁っていうのは。でこのね隅々の隙間を完璧にねこういう感じでコーキングで塞いだんで、もうね断熱効果はバッチシやと思います。で最後ここ今穴開いた状態のところがあるんですけど、ここに関してはこ
っちからね、ボード貼ったら最終的にはこの穴隠れます。で、さらにね、裏っ側から断熱材もね、入れる予定です。なのでね、こっちも最終的には断熱バッチシになります。この壁のね、下地を組むのは、実はね、僕にとって今回初めての経験なんですよ。これまでね、外壁と面する間柱はね、何回も立ててきたことあるんですけど、この部屋の中に新たにこう壁を作るっていうのが、なんせ初めてやったので、最初できるか結構不安やったんですけど、なんとか行きましたね。でも僕がいつもお世話になってる大工さんが、1階のね、寝室の壁の下地組んでくれたんですけど、そのね、仕事を、間近で僕は見てたので、その時のね、ことを思い出しながら、確かこうやってたよなーみたいな感じで、今回やってみました。でも一部我流でやったとことかもあるんで、多分そういうところはね、プロの大工さんから見たら、えらい決体なやり方するなーって思うかもしれないですけど、でも最終的にちゃんとこの柱すべてね、立ちもね、面も出てるんで、結果良ければ全てよしということでで、あと今回ね、この廊下の床合板二重に貼ったことで、めちゃくちゃ頑丈になりましたね。もう歩いた感じが全然違う。やっぱりね、1枚しか貼ってないと、やっぱこう根だと根だの間、これね、何も支えがないところは、踏んだらね、若干ね、こう、たわむんですよ。沈むんですけど、やっぱり二重に貼ったら、こう、重みがね、分散するんで、もう全然、もう見知りとも言わんし、もう全然歩いた感じ、もう安定感が違います。これはね、すごい頑丈で立派なね、廊下になると思います。いやー、でも今思い返すとね、この廊下スペースの床も、最初はネズミとハクビシンの糞の掃除から始まりましたからね。やばい。見たらおやつが止まらん。やばい。いやー、それがね、今ではこんな綺麗な床がついたと思うとね、本当に感慨深いですね。はい。こんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。